皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は上級者向けに私が日本人と会話するときと同じような速度でお話ししたいと思います。テーマはカルガリーについてです。字幕は最初だけつけてあります。動画の最後に日本語と英訳をまとめて書いておくので、動画を見終えた後にどのくらい理解できたか確認してみてください。また、意味を確認した後にもう一度聞いてみると、初めて聞いた時よりももっと多くの単語が聞き取れると思います。なので、ぜひ2回聞くことをお勧めします。それではお話ししたいと思います。私は今カルガリーにいます。旅行に来ています。今日が3日目です。そして今日この後トロントに帰ります。ここに到着したのはおとといです。ここに来た目的はカルガリーから車で1時間半から2時間くらいで到着できるバンフに行くためです。もともと友達と一緒に行く予定でしたが、友達の体調が良くなくって私一人で行くことになりました。なので久しぶりの一人旅です。カルガリーはトロントに比べて街が静かだなと思いました。そして人がとても少ないです。ダウンタウンも中心地がどこかなと思ってしまうくらいには人がたくさんいる場所があまりないように思いました。もちろん、田舎ではなくてしっかりと栄えている町ではありますが、トロントと比べるとやっぱり少し小さい町かなというふうに思います。日本で言うとトロントが東京でカルガリーが私の地元の名古屋というような感じかなと思います。人についてはあまり違いはないかなとは思いましたが、トロントの方がやはりもっとたくさんの人がいるなと思いました。人の数ももちろんですが、人種だったり、そうですね。ここであまり見ないなと思ったのが、LGBTQ の方ですね。何かもっとトロントにいるとすごく一人一人特徴的な人が多いんですが、個性的な人ですかね、が多いんですが、カルガリーには、いわゆる、個性がたくさんある人が少ないなと思いました。はい。そして人が少ないっていうことにも関係してくると思うのですが、ホームレスだったりとか、あとはドラッグをしている人も少ないなというふうに思いました。なので、比較的治安はいい方なのかなと、トロントに比べるといい方なのかなというふうにも感じました。ただ一点、すごく面白いなと思ったのが、ここにいるホームレスの方っていうのは、ただ座っているだけではなくて、トロントのホームレスの方結構座って、お金をくださいと言っている方が多いんですが、ここのホームレスの方は、すごく、活動的と言ったらいいんですかね、な人が多いなと思いました。で、なんでだろうと思ったんですが、ここのカルガリー、アルバータ州かなでは、ペットボトルをリサイクルに出すとお金がもらえるんですね。で、もらえるというよりかは、自分たちがペットボトル飲料だったりとか、他のリサイクルできるもの、飲み物を買うときにデポジットとしてお金をお支払いするんですね。もちろんそれは料金に入っていると思うんですけど、なので、リサイクルをした場合には、その本数だったりとかに応じてお金をもらえるんですね。
で、なので、ホームレスの方々っていうのは、ゴミ箱だったりとかから、ペットボトルだったり、そういったリサイクルできるものを拾って集めていらっしゃったんですね。で、そういう姿を見て、すごく日本を思い出しました。日本でも、空き缶かな、特に空き缶、アルミ缶だと思うんですが、アルミ缶を、ある指定のリサイクル業者に持っていくと、一ついくらというふうにお金に換えることができるんですね。なので、ペットボトルを探しながら歩いているホームレスの方を見つけたときに、すごく日本を思い出しました。はい。あの、そうですね。私がうまく表現できてなかったら申し訳ないんですが、何か悪いことを言いたいわけではなくて、トロントとの違いというところですごく感心して、特に日本のことも思い出してということだったので、ちょっと今回話してみようかなというふうに思いました。はい。で、カルガリーの、いいところというか、私が今回、一番の目的はバンフに行くことだったんですが、ここでもう一つやろうと思ったこととして、お買い物ですね。実は、トロントは多分アメリカもそうだと思うんですが、州によって税率が変わってきます。トロントだと確か13か16かなパーセントくらいの税金を払わないといけないんですが、ここだと5%で済むんですね。なので、普段使っているものだったりとか、ずっと欲しいなと思っていたものを、実はここのカルガリーで調達をしました。たくさん買った気がするんですが、税金が全然、トロントに比べたら安いので、すごく得をした気分になりました。はい。同じカナダですが、税金が違うというのが少し面白いなと思いました。はい。そんなところですかね。また、バンフについてのお話はこんな感じで、私が思いついたように、思いついた通りにいろいろ話していきたいなと、別のエピソードで話していきたいなと思うので、もう少しだけお待ちください。はい。最近ですね、この YouTube なかなか投稿ができていなかったんですが、実は、今回ですね、カルガリーの旅行もですし、その少し前にも休暇をいただく予定でした。というのも、さっきお話しした通り、友達が日本から来る予定だったんですね。なので、休暇に入る前はかなり仕事が忙しくて、で、休暇に入ってからもなかなか、しっかり羽を伸ばそうという感じで、忙しくしていたので、なかなか投稿ができなかったです。お待ちいただいていた方いらっしゃいましたらごめんなさい。また、来週もですね、実は紅葉を見に、トロントから車で旅行というかお出かけしようかなと、一泊お出かけしようかなと思っていて、もう少し忙しい日々が続くかなと思うんですが、また、日常に戻ったら、少しずつ投稿していきたいなと思いますので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。はい。それでは今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあればぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。